こんにちは、ぴょんです。歴史的な超円安が続き、どんどんと冷めていく日本人の海外旅行熱。しかし、そんな中で注目されているのがベトナムです。日本とベトナムを結ぶ直行便は、日本の5つの都市とベトナムの3つの都市から出ています。世界一物価の安い国とも言われるベトナム。どれだけコストパフォーマンスの良い旅ができるのか。ぴょんがリアルなベトナムの現状をご報告いたします。今回、私はベトナムに6泊8日して、中部から南部にかけて、ダナン、クイノン、ホーチミン市を訪れました。どこへ行って何をしたのか、旅費はいくらかかったのか、おすすめのホテルやお役立ち情報など、この動画1本で全てをお届けいたします。ベトナムの首都ハノイへは東京、名古屋、大阪、広島、福岡から、最大の都市ホーチミン市へは東京、名古屋、大阪、福岡から、リゾート地ダナンには東京から直行便が就航しており大変便利です。LCC も乗り入れていますので3万円台で往復できる日も多々あります。飛行時間は一番短い福岡、ハノイ間が4時間、一番長い東京、ホーチミン市間でも6時間ほどとフライトが短いため、エコノミークラスでも LCC でも全く問題ないと思います。今回もスーツケースはレンタル。大人に名分の荷物を機内持ち込みサイズ一つに収められました。私の渡航時にはベトナムへの入国にビザは不要でした。条件によって異なりますし方針が変わる場合もありますので、渡航される場合には必ずご自身でお調べください。おはようございます。成田空港第1ターミナルから出発です。プライオリティパスでノアラウンジへ。成田からダナンへの飛行時間は約5時間。朝4時起きでしたため、飛行機では寝ていたらあっという間に着きました。空港からホテルまではグラブの方が圧倒的に安いですが、フライト後で疲れている時にアクシデントとストレスは避けたいため、ホテルの専用車にお迎えをお願いしました。運転手さんが良い方で快適でした。本日から1泊お世話になるインターコンチネンタルダナンにチェックインです。館内施設が充実していて、さすが大手のリゾートだと思いました。Google マップの口コミは7900件以上あり驚異の 4.9 点です。夕食はホテル内にあるベトナム料理のレストラン、シトロンへ。アイコニックなノンナーテーブルを予約していました。こちらのテーブルでのお食事にはミニマムチャージがあります。インターコンチネンタルダナンでの滞在は、お部屋、館内施設、夕食、朝食、すべての詳細を以前投稿したインターコンチネンタルダナンの動画にまとめております。ベトナム料理が美味しくて大満足のディナーでした。おはようございます。朝食も昨晩と同じレストランシトロンでいただきます。バインミーやフォー、バインコーンなどのベトナム料理を目の前で作ってくださるステーションもあったり、お料理の品揃えが豊富で楽しめました。ベトナム料理、美味しくて最高です。食後はリゾートの広大な敷地を端から端まで歩き撮影です。良い映像を撮れるように天気予報を見ながら計画しますが、どこのホテルでも午前中の方が落ち着いているので、フォトジェニックなお写真を撮りたい方は朝を狙うのがおすすめです。
撮影が一段落したら、水着に着替えて大人専用の方のプールへ。7月のダナンはものすごく暑いですので、プールの気持ちよさが倍増しました。それにしても旅行中の時の流れの速さには驚かされますね。本日でチェックアウトですので、当初はディナーをダナンの市街地で食べようかと考えていましたが、日本を立つ数日前にホテル内のフレンチレストランがダナンで初めてミシュランの星を獲得したということで、急遽予定を変更し、チェックアウト後のディナーをこちらでいただくことにしました。こちらでのディナーの詳細もインターコンチネンタルダナンの動画でご覧いただけます。ディナー終了後に本日のディナーのお会計も含めお部屋の清算を行いました。明日の朝が早いため、これからダナンの市街地に前乗りし一泊します。帰りはホテル専用車ではなく、ホテルで一般のタクシーを手配していただきました。ダナン中心地の5つ星ホテル、レイキャピタルダナンに到着しました。こちらも Google マップの口コミが 4.9 点の人気ホテルです。デラックスツインのお部屋に宿泊しました。チェックインをした現在の時刻が23時で、明朝は6時台にチェックアウトしてしまいますので、こちらのホテルは7時間ちょっとの滞在です。お風呂に入って寝るだけではありますが、妥協せずにくまなく口コミを調べてこのホテルに決めました。水回りもピカピカにお掃除されていて清潔ですし、火の打ちどころがありません。アメニティは引き出しの中に歯ブラシ、櫛、カミソリ、コットン、綿棒が用意されていました。ダナン国際空港から車でわずか10分の場所、ダナンの中心地という高立地で5つ星ホテルが1泊2名で約12,000円とは歴史的な円安の中でもリーズナブルに楽しめてありがたいです。客室は全部で283室、6つのカテゴリーに分かれていて、今回のデラックスルームは一番リーズナブルなお部屋です。ベッドはツインかキングか選べました。ベッドサイドにはグローバル仕様のコンセントが備わっています。お部屋の広さは36平米ほどですが、家具の配置が良く、全然狭く感じませんでした。今回は滞在が短いためお見せできず申し訳ありませんが、レストラン、バー、プール、ジム、サウナなど館内施設も充実しています。こちらのホテルはコストパフォーマンスが群を抜いていますので、もし費用を抑えたい場合にはこちらに連泊すれば、例えば5泊してもホテル代と往復の飛行機代を合わせて大人2名で25万円以内に収まります。冷蔵庫内のドリンクとお菓子は無料でした。高層のホテルですので、夜の早めの時間帯であれば、夜景ももっと綺麗だと思いますし、お昼間は海や川が見えて、それもまた良い景色だと想像できます。レイキャピタルダナン、良いホテルでした。まだ6時台ですがチェックアウトをしグラブでダナン駅へ向かいます。本日はザ・ピエタージュという豪華電車に乗って 300km の距離を6時間電車で移動します。私たちは別の入り口から入り、VIPルームで待たせていただいていたので快適でしたが、駅はローカルの方々も利用されますので、東南アジアらしい朝の活気を感じられました。この列車は世界的な5つ星ホテルブランド、アナンタラによって運営されています。完全予約制で座席はわずか12席のみ。半個室とバーカウンターが備わっています。
お化粧室もとても清潔で、さすが5つ星リゾートの安心感です。なんと、列車内にスパルームまであり、15分のマッサージが無料で含まれています。ドリンクはフリーフローで飲み放題なのが嬉しいポイントです。5つ星ホテルのランチコースもいただき、贅沢な時間でした。詳しい内容は以前に投稿したザ・ピエタージュの特集動画をご覧くださいませ。到着地のユーチー駅まで迎えに来ていただいてホテルに向かいます。後半の4泊はゼニアホテルズバイサンホーに宿泊しました。3つの山とビーチがすべてリゾートの敷地で98ヘクタール、東京ドーム20個分以上の広さを持っています。このような広大な敷地でありながら客室はわずか73室。他のホテルブランドならこの敷地に3倍の数のお部屋を作ったことでしょうとある記事で絶賛されていました。ゼニアホテルズという5つ星リゾートブランドを初めてお知りになった方のために経営者のことを少しご紹介いたします。創業者のアルノー・ザニエ氏はフランス人。このホテルブランドを立ち上げる前はファッション業界に20年従事し、2001年には自身の高級靴ブランドを立ち上げ、世界的なブランドに成長させました。そして2011年に自身のもう一つの夢であったホスピタリティ業界へ挑戦。フランス、ナミビア、カンボジア、そしてベトナムに現在5軒のホテルを展開し、70以上の賞を受賞、95の栄誉に輝いています。中でもベトナムにあるこちらのホテルは一番新しく、2020年の12月にオープンしました。それではチェックインを行っていきましょう。ジャスミンの香りの冷たいおしぼりとウェルカムドリンクをいただきました。ちなみにこのレセプション棟の外にメインプールがあり、この景色は私のお気に入りの一つです。お部屋がある場所は3つのエリアに分かれています。まずはじめに田んぼビューのビラ。ほのぼのとした雰囲気が魅力です。一番価格が安いのがこちらのルームカテゴリーとなります。もう少ししたら水牛がやってくるとホテルの方がおっしゃっていました。次にご紹介するのはビーチフロントのビラ。白い砂浜に直接アクセスできるお部屋です。プライベートプールもついています。そして最後にご紹介するのがヒルトップに立つビラです。今回私はこのヒルプールビラワンベッドルームに宿泊しました。結論から申し上げますと最高のお部屋で、次回も絶対この425号室をリクエストしたいと思います。今までにご紹介したことのある数多くのホテルの中でも特に大好きなホテルの一つになりました。このビラはバイサンホーのプライベート湾を囲む緑の丘の上にあり、リゾート随一の景色を誇っています。バイサンホーはサンゴの海という意味。この海岸沿いに美しいサンゴ礁が広がっています。
この大きなプライベートプールは34平方メートルあるそうです。室内の面積は53平方メートル。テラスとプライベートプールが広く、景色が遠くまで開けていて、実際に過ごしてみると、床面積の数字以上にかなり広く感じます。ウェルカムアメニティとしてフルーツの盛り合わせとクッキーやナッツなどのスナックが置かれていました。ナチュラルな自然派のインテリアですが、おそらく緻密に計算されていて、物の配置やバランスが心地よいですし、洗練されていておしゃれです。ベトナムは縦に細長い形をしており、北部、中部、南部で気候が全く異なります。フイエンは南寄りの中部に位置しており、9月から12月が雨季、1月から8月が乾季、乾季の中でも1月から4月は特にベストシーズンで、晴れの日が非常に多く、気温が高くなりすぎず、一日中とても過ごしやすい気候のようです。ウォークインクローゼットとメインルームの位置関係はこのようになっています。ビーチに行くのに便利なカゴバッグと日傘、麦わら帽子。反対側には体重計とヨガマットが置かれています。中国とベトナムでの伝統的な将棋、シャンチー。枕は好きなものに交換できます。引き出しの中にはランドリー袋、蚊取り線香、自然素材でできた良い香りの虫除けスプレーが入っていました。クローゼットの隣、お部屋の一番奥にバスルームがあります。とても清潔ですしおしゃれな雰囲気です。水道の下にある扉の中に金庫、アメニティが入っています。歯ブラシ、櫛、シェービングセット、爪やすり、シャワーキャップ、コットンや綿棒はこちらにありました。ヘアドライヤーはしっかり風量のあるものです。壁の向こうにシャワールームがあります。シャンプー類はニュージーランドの自然派ブランド、ソンズシューティカルズ。シャワールームは縦に広くなっています。シャワールームのお隣、洗面所の向かいにはバスタブがあります。やはりバスタブがあると嬉しいです。こちら側にもソープ類やボディクリームが置かれています。リビングの方に戻ってミニバーを見ていきましょう。グラス類、ミネラルウォーター、まな板とナイフが棚の上にあります。ネスプレッソのカプセルとお茶類のティーバッグが蓋付きの入れ物に入っています。棚の下にある扉の中はアイスペイル、ネスプレッソマシン、電気ケトル、冷蔵庫があります。ミネラルウォーター以外は有料です。価格は地元産のクイニョンビールの小瓶が900円くらい、フルボトルのロゼワインが1万円弱、炭酸水が1200円くらい、ワンショット分のミニチュアボトルで、ジン、ウイスキー、ウォッカが2000から3500円、缶ジュースは750円くらいです。牛乳は無料でした。レストランニャオへディナーに参りました。ニャオは活気に満ちた家や豊かな暮らしといった意味です。古き良きベトナムで非常に一般的であった大規模な共同の生活スペースをイメージして作られています。そのイメージは朝の方がわかりやすいと思いますのでまた明日ご紹介いたします。レストラン奥まで進んでいくとバーが現れました。
ディナーの営業は17時30分から22時。予約なしで好きな時に入れます。お料理のジャンルはベトナム料理。結論から申し上げますと、人生最高のホテルディナーと言っても過言ではないくらい、毎晩毎朝のお料理が美味しすぎました。いただいたものをすべてご紹介いたします。まずはじめにベトナム料理といえばこれ。日本人にも人気のベトナム料理、生春巻き。フォーも皆様よくご存知のベトナムを代表するお料理ですね。人生で食べたフォーの中で一番美味しかったです。フォーにトッピングする用のお野菜、ハーブ、タケフです。土鍋で仕立てられたバジルのチャーハン。ニンニクとハーブの香りがとても良いです。ベトナムの焼きそば、ミーシャオ。どのメニューも具材を自分好みにカスタマイズ可能です。ごちそうさまでした。美しい朝の光で目を覚ましました。パギーでお迎えに来ていただいて朝食を食べに行きます。昨日夕食をいただいたレストランの室内でもこのテラスでも好きなお席を選ぶことができます。風が吹き抜ける素敵な特等席に座らせていただきました。お料理はアラカルトメニューとブッフェ、両方利用できます。古き良き時代のベトナムの村に訪れているかのような温かみのある中庭では毎日作りたての郷土料理が提供されています。室内にはブッフェボードがあり、豊富にお料理が用意されていました。ベトナムはハーブとお野菜、フルーツが美味しすぎて、美容にも健康にも良さそうです。着席すると、その日のフレッシュジュースが運ばれてきます。中庭で作っていただいた出来たての蒸し春巻きと米粉のお料理。アラカルトで注文したビーフフォー。ブッフェボードから取ってきたお料理も非常に美味しくて、何度もおかわりに行きました。スタッフの方々も本当に親切で良いホテルです。ごちそうさまでした。食後の運動も兼ねてリゾート内を探検しに行きましょう。レストランのお隣にあるのは、ハスの花という意味のホアセンスパです。トリートメントルームとハマム、サウナ、ティールーム、そしてくつろぎの空間があります。先日の通り、山3つ分の敷地を持つ245エーカーのリゾートはとても広大です。美味しいお料理の秘密の一つは、地下農園で育てられた新鮮な素材。ハーブとお野菜、一つ一つの香りが鮮やかだと、お料理を食べていて感じました。レセプションとレストランのある塔から坂を下り、地下農園を通り過ぎてまっすぐ進むとプライベートビーチに出ます。剣舞岩の岩柱が一様に連なったユニークな海岸。太古の昔に火山が噴火したことによって形成されたのだそうです。海岸に打ち上げられた海藻をずっとお掃除してくださってる方がいました。そのようなところに5つ星リゾートのきめ細やかさを感じます。
ビーチフロントのビラは砂浜から直接お部屋に入れるため、所々にシャワーが設置されています。海岸を端から端まで歩いていくと、海辺のレストラン、ナンチャイが現れました。このレストランの佇まいは、典型的な地元の漁師町の特徴を持っています。地元で採れた新鮮な魚介類を中心に、リクエストに応じてオープンキッチンで調理してくださるそうです。営業時間は11時30分から16時30分までのお昼ご飯のために開かれています。私は体調管理のために1日2食にしていて、お昼ご飯をいただきませんので、毎日レストランに合うお飲みを利用していました。海岸の一番端にウォーターアクティビティのセンターがあります。ライフジャケット、シュノーケルマスク、フィンなど無料でレンタルできます。親切に iPhone ケースまで貸してくださいました。それでは、海の中へ、レッツゴー。サンゴの湾という名の通り、青、紫、ピンク、色とりどりのサンゴで海の中が彩られています。夢中で泳ぎ、気がついたら1時間ほど海の中にいました。海辺のバーでちょっと一休み。喉が渇いたのでフレッシュバナナジュースをお願いしました。冷たくて自然なちょうど良い甘さでとても美味しいです。ビーチベッドに寝そべって海を眺める最高の時間です。海が大好きなのでずっと潜っていたいと思うくらいシュノーケリングも楽しかったです。一旦お部屋に戻ってきてシャワーを浴びお菓子休憩をします。アクティブな活動とのんびりタイムを繰り返し自然に癒されています。十分ゴロゴロしたら再び探検に出かけましょう。リゾート内のマップに何やら遺跡という文字を見つけたので来てみました。どうやら昔にフランス人の家族が住んでいた家の遺跡だそうです。フランス植民地時代のことだとすれば、1800年代半ばから1900年代半ば頃の建物でしょう。マリンアクティビティセンターから山側にしばらく歩いて行ったところに、ジム、テニスコート、キッズクラブがあります。ジムは24時間365日自由に利用可能です。窓が多く自然光がよく入るので明るい印象のジムです。同じエリアにいくつかの建物が並んでいます。キッズクラブは8時から17時まで営業しており、4歳から12歳であればお子様のみで、4歳未満は親同伴で利用できます。また、オプションでシッターサービスも提供されています。ディナーのお時間になりました。今日はたくさん運動しましたのでお腹がペコペコです。まずはじめにパパイヤサラダ。具材はカラマリを選択しました。続いてこちらのお料理はバインセオです。さすがベトナム、ライスペーパーを水に濡らすための便利アイテムがあることに驚きました。バインセオは海外からベトナム風のお好み焼きやクレープと呼ばれるもので、中部エリアではお野菜とハーブを乗せて、ライスペーパーでくるんでいただきます。ベトナムは生のお野菜とハーブが本当に美味しいです。
リッとした米粉の生地にエビと豚肉が乗っています。日本人も好きな方が多いお料理だと思います。こちらの揚げ春巻きはベトナム北部のスタイルです。余談ですが、海遊びで信じられないほど日焼けしました。締めは昨夜いただいて美味しかった焼きそばです。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってナイトプールを満喫。漁船の明かりが綺麗です。おはようございます。朝明るくなったら起きて、夜暗くなったら寝る。旅行中は早寝早起きで健康的になれるので幸せです。リゾートの朝はゆっくりで心地よい空気が流れています。まずはコーヒーとフレッシュジュースをいただいて景色を堪能。お料理を取りに行きましょう。日替わりのローカルフードはバインデオとバインセオ。バインセオをシーフードトッピングで作っていただきました。魚介類も野菜類も素材が良く、味付けのセンスも最高です。ブッフェボードに置かれているものをご紹介いたします。生ハムとチーズ、フルーツのコーナー、ジュースコーナー。私のお気に入りはココナッツウォーターです。パン、ワッフル、クレープ、焼き菓子、シリアルのコーナー。ベトナムの国民食、バインミーのコーナー。私が一番おすすめしたいのはこちらのお野菜とハーブのコーナー。こんな感じでサラダにして毎朝2、3皿食べていました。このシート状の麺にもハマりました。本日もアラカルトでビーフフォーを注文です。最後にデザートをいただきながらコーヒーをおかわり。ベトナムはアジアナンバー1のコーヒー生産国です。ごちそうさまでした。食後の運動のためにレストランから歩いてビーチまで来ました。何度も山3つ分の敷地と申し上げていますがどれくらいかというと、お部屋からレストランまでは歩くと20分、リゾートの端から端までは歩くと30分くらいかかるので、日本の都心で言えば駅1駅分くらいの距離、町1つ分くらいの敷地があります。すごいですよね。それでは今日も海で遊びたいと思います。また1時間くらい潜ってビーチに上がったらバナナシェイクを飲んでチルタイム。最高の時間を過ごしました。ちなみにビーチレストランとバーの入り口はこのようになっています。この道の途中にブティックが立っていて、水着やお洋服、ホテルオリジナルグッズやアメニティが置かれています。毎日のお楽しみ、ディナーのお時間です。今夜もたくさんのお料理を注文しました。マグロのたたきのミックスサラダ。メニュー名には砂たたきと日本語が採用されていました。エビの蒸し餃子は期待を裏切らないお味です。牛肉をベテルという胡椒科の葉っぱで巻いたお料理。とっても美味しいです。ナスの炒め焼き、空心菜のニンニク炒め。
ベトナムとカンボジアでよく食べられているルックラックは、サイコロ大の牛肉を使ったお料理で、昔はお祝いの食べ物でした。ごちそうさまでした。おはようございます。今日は少し寝すぎてしまい、8時に目が覚めました。リゾートは相変わらずゆっくりとした空気が流れています。本日のローカルフードは蒸し春巻きのパインコーン。生地が米粉とタピオカ粉でできていてプルンプルンです。今朝はとってもお天気が良いです。食後はのんびりコーヒーを飲んで素晴らしい朝のひとときを過ごしました。お部屋に戻ると清掃が済みきれいになっています。日中はリゾート内をお散歩したりお部屋でゴロゴロしていました。本日でこちらのホテルの滞在は4日目、最後のディナーとなりました。フレッシュパイナップルジュースで乾杯。オーダーが入ってからミキサーで作ってくださるので、フレッシュジュース系とてもおすすめです。今までの締めくくりとしてもう一度食べたいと思ったものを注文しました。パパイヤサラダのカラマリトッピング。ペテルリーフで牛肉を巻いたもの。シーフードと豚肉の乗ったバインセオ。牛肉のフォー。どれも最高に美味しかったです。毎晩ターンダウンとともにお菓子とお茶のサービスがあります。早いもので明日チェックアウトです。おはようございます。4回目の朝食、これで最後です。この場所が大のお気に入りになりました。ベトナム料理はピカイチで美味しいです。本日はオムレツも注文してみました。トマト、チーズ、キノコ、玉ねぎ入りです。スタッフの方がココナッツコーヒーもおすすめとのことで持ってきてくださいました。ついにチェックアウトです。リゾートからクイニョンのフーカット空港まで車で1時間半。サービス精神旺盛な運転手さんでベトナムの文化や街の説明などたくさん教えてくださいました。クイニョンからホーチミンシティまで国内線に乗ります。飛行時間は1時間15分です。ホーチミンシティで羽田行きの国際線に乗り継ぎます。ほとんど定刻通りに着陸しました。なぜかビジネスクラスラウンジのインビテーションをいただいたので、こちらでゆっくりしていきましょう。ベトナム料理は抜群に好みに合うのでお食事が楽しいです。2時間遅延しているため待ち時間は6時間から8時間になってしまいました。ラウンジ内に清潔なシャワールームがあり、特に夜のフライトには助かります。シャンプー類などのアメニティも完備です。深夜0時50分、やっと飛行機内へとたどり着きました。さすが日系の航空会社、清潔で安心できます。
帰りはプレミアムエコノミーにしました。無事に東京羽田空港に到着しました。この後は総旅費をまとめます。6泊8日、ベトナム中部の旅、大人2名の総旅費は、日本円で136万3232円でした。動画のご感想をぜひコメント欄で教えてください。この動画がご参考になりましたら、いいねボタンをお願いいたします。次回は8000メートル級の山々を望む天国のようなリゾートをお届けいたします。お楽しみに。チャンネル登録と更新通知のベルマークをオンにしてお待ちくださいね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。